皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。3月10日にこのベランダの多肉にも水やりをしていますが、水やり後に数日寒さが戻っていたため、多肉の紅葉もそこまで冷めることなく、水やりから約3週間が経ちました。それから数回水が欲しそうな多肉には水やりをしていますが、すべての多肉に水やりをしているわけではなかったので、今日はまたこのベランダのすべての多肉に水やりをしていこうと思います。この黄色い花はピンクチップスの花です。そして毎年夏になると下葉をたくさん落としてしまうパールホニュルンベルグ、その上はネオンブレーカーズです。小株がたくさんついています。そしてこのダークアイスももっともっと大きな群生にしたいんですが、なかなか思うようには育ってくれません。こうしてベランダの多肉をチェックしていくと、やはり水の足りていない多肉がちらほらありますね。このメイフラワーのように水を欲しがっている多肉がたくさんいました。このベニスズメは成長点の方から徐々に緑色になって紅葉が冷めてきています。一段低いこちらの多肉も見ていきましょう。我が家のデカベリアのブルーサプライズ、花芽が伸びていたので手でカットしておきました。そしてせっか組のモンローとエリザベス、密集している葉がとても綺麗です。そして白い粉をまとったこの七種の多肉は寒い冬を越して一回り大きく成長していました。このアイススワンのようにまだまだ赤い多肉もちらほらいて、いつまでこの紅葉を楽しませてくれるのかと思うと少し寂しい気がしますね。このエレガンスハイブリッドも紅葉をしていてまだまだ可愛いです。ダドレア・ブリトニーを通り越して、このアミスターはまだ水が足りていないようです。ロゼットがキュッと締まって外葉がカリカリに枯れてしまっています。はい、ということで今回もこのベランダの多肉にたっぷり水やりをしていこうと思います。前回の水やりでまだ水が足りていなかった多肉も、今回の水やりでしっかり水を吸ってくれるといいんですけどね。この2回目の水やりももう少し早くあげたかったんですが、体調が悪かったり、この3月は多肉ごとの他にもいろいろやることがあったりで、なかなか水やりできていませんでした。なので土もすっかり乾いています。ベランダのビニールシートも雨の日が続いていたりして外すタイミングを逃し、まだ外していません。それでもこの日はまだ最高気温が20度にもいかないため、安心してベランダ多肉にもこうしてたっぷり水やりすることができました。まだもうしばらくは気温を気にせずにベランダの多肉にはこうして水やりすることができると思います。その間に水をたっぷり吸ってぐんぐん成長してほしいですね。皆さんが育てている多肉は成長スイッチが入りましたか？水やりすることで成長スイッチが入り、一気に大きくなってくれる多肉も出てきます。本当はあまり雨には当てたくないんですが、春の雨に当たることで根からしっかり水を吸って一気に株を大きくしてくれる多肉もあるので、私はわざとベランダのビニールシートを外して春の雨に当てたりすることもあります。
それでも春の雨に当ててそのままにしておくのは禁物です。必ずロゼットの上に乗った水滴をブロワーなどで吹き飛ばしておきましょう。多肉もロゼットに水が溜まったままになっていると病気になったり葉が樹れてダメになってしまったりすることもあるので要注意です。そしてこの春のうちにベランダの多肉と庭の多肉を少し入れ替えしようと思っています。というのも今回のようにこのベランダではなかなか思うように水やりすることができないため、水の好きな多肉、水をあまりあげなくても大丈夫な多肉に分けて少し多肉を移動させようと思います。それでも必ずしも移動させた方がいいというわけではありません。このベランダと庭では多肉を育てる環境も違ってきます。多肉を移動させて急に環境が変わることで体調を崩してダメになってしまう多肉もあったりするので、多肉の管理も難しいですね。群生している多肉には少したっぷりめに水をあげます。このミニマハイブリッドの水やりをしていると、下に小さな小株が出ているのを発見しました。増やしておきたいなって思っていたので、これは嬉しい発見です。こうして一鉢ずつじょうろで水やりすることで、多肉一つ一つと向き合えることができるので、いろいろな発見があったりしてとても楽しいんですよね。こうしてベランダの多肉に一つずつ水やりをするだけであっという間に1時間が過ぎてしまいます。それでも苦にならないのが多肉のいいところです。多肉は見ているだけで癒されますからね。皆さんも可愛い多肉に癒されていますか？はい、すべてのベランダの多肉に水やりが完了しました。いつものダイソーの電動ブロワーを使い、多肉のロゼットの上に乗っている水滴を吹き飛ばしましたが、なんと動画を撮り忘れてしまっていたので、水滴を吹き飛ばした後の様子になってしまいました。そういえば、エボニーの花、咲いたのか見てみると、これがあと少しというところで、まだ咲いていませんでした。見つめられると恥ずかしくて、咲くのを躊躇しているような感じ。こっちも同じく、まだつぼみのまま、花は咲いていませんでした。ここで去年の8月のベランダ多肉の様子を少し見ていきましょう。どうですか？多肉が見事に緑色になっています。多肉は暖かくなると紅葉が冷めて、一気に緑色になってしまうんですよね。それでもまた秋が来て冬が来ると赤く紅葉して可愛い顔を見せてくれるのがとても楽しみです。最後にこのセダムのトレイを庭に下ろし、庭に置いていたカット苗を植え付けた鉢をここに持ってきて入れ替えておこうと思います。よく鉢を見てみると赤羽日高見せ早の新芽がたくさん出ています。この新しい新芽が枯れる前に水やりができて本当に良かったです。ちなみにこのトレイのセダムは雨ざらしで管理していく予定です。そういえば処分しようと思って置いておいたセダムのポットがあったんですが、気がつけばいつの間にかまた新しい芽がたくさん出ていてびっくりしました。その隣はプラグトレイに植えたセダムたちです。これはいい感じに増えてくれていますね。
このベニチゴはクラッスラ属なんですけどね。そしてセダムのトレイが置いてあった場所には最近植え替えしたばかりのエケベリアを持ってきました。このエケベリアもまた様子を見ながら場所を移動させていこうと思っています。はい、ということで今回はベランダの多肉にこの春2回目のたっぷり水やりをしていきました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。